ピーパバンババンバンバビバビバビバババンババンバンバアビバののババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバのの。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見られるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのがチャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃん、三毛猫のたまちゃん、ひろちゃのゆりさん。画面に収まっておりませんが、白黒のクータくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はなんか割とにゃんこご飯食べたのよね。割とご飯あげたので、今日は遅刻しておりますけれども、カリカリとシーバを用意してね、あげましたよ。そしてあっちゅう間に空になってんな。なんだろうな、やっぱり少し秋めいてくると途端に食欲が増すもんなんだろうか、にゃんこはな。しかし今日も暑かったけどな、みたいな、感じでございますね。皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。はい。というわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている。黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。猫いなくなっちゃったから、たけし、ジャスティース。今日は水。氷をたっぷり入れようと思ったら、今日はまだ氷ができていなかった。一粒だけ残っていますけど、というわけで今日はお水でございます。カニタンさん、ジャスティース、ありがとうございます。ヨッシーさん、カルピスゼロカロリーでジャスティース。
藤子さん、皆さん、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もしぶとーくやっておりますよ。よろしくお願いいたします。今ね、今よ。今さっきな、ライブ始まる15分ぐらい前かな。auPay カードの不正利用が発覚しまして。もうそれどころじゃねえのによっていうね、状態に今陥っておりますよっていう感じでございますよ。歌をめでたい深いそうだな。で、ねえ、はい。もうって感じ。なんでこんなにつつましくさ、ね、生きているにもかかわらず、どうしてこんな現実を私は作ってしまうんだろうなっていうところが、まあ悲しくて悲しくてっていう感じよね。で、ね、だから日々さ、八百屋行ってさ、タイムセールのさらに割引の商品買ってきてさ、生活してるっちゅうのにさ、auPay カードなんかさ、今まで一回も使ったことねえっちゅうのにさ、だいたいその auPay に溜まってる残高すらも突然消えたりとかしてさ、もうそれっきりさ、auPay すらも使ってねえっつうのにさ、なんでそんなよりによってさ、auPay カードがさ、不正利用されなきゃならんのよと思って。もうほんと、さっさと解約しとけばよかったと思って。解約しようと思いながらさ、めんどくさいんだよね。どうやって解約したらいいんだこれっていうのさ、探すのが大変なんだよね。でも暑いしさ、ね、後回しにしてるじゃんか。動画編集しなきゃならんしさ、みたいのでさ。そういうのってさ、そしたらもうそのありさまよね。もう、っていう感じよ。もう明日からまた動画編集三昧の日々が始まるなってその準備をしてたらさ、もうそんなんで。で、だから、最近ほら、通知が来ないわけよね。電話のさ。で、まあ、通知は来ないけど、ただ、その、着信があった電話番号が非通知でなければさ、電話番号が入ってて、でね、だいたい迷惑メールはさ、なんて言うんだ、迷惑メールじゃない、迷惑電話か、は、080とかさ、なんか携帯とか、あとはなんかフリーダイヤルとか、なんかそんな感じの番号なんだけど、なんか03で始まってる番号ってね、なんだろうと思って、で、ね、その番号をさ、さっき調べたわけよね。そしたらなんか auPay カードのなんか残高が足りなくて請求の電話だから、それは放置しない方がいいみたいな記事があったわけよ。で、はと思って、はと思ってさ。で、今日出かけてたわけよね。で、帰ってきた時に、そのポストに、その USJ 銀行だかなんかだったっけその auPay のカードの会社がさ、みたいなんだよね。で私、そんな銀行も使ってないからさ、なんのこっちゃっていうので、なんかほっといたんだよね。ただまあ、なんか、そういえば USJ か UFJ なんだわかんないけどさ、の、はがきそういえば来てたなって思って、で、取りに行って見てみたら、やっぱりね、その請求のお知らせだったわけよね。なんだ、引き落としできませんでしたっていうのでさ。で、5000円とかなってるから、はぁと思って、5000円なんか絶対使ってないしと思って。で、しかも、なんか合計金額が、なんか合計金額とかって書かれてないから、なんかまた理解不能なんだけど、まあおそらくこれ合計金額のこと言ってんだろうなっていうのが2万6千円なわけよ。2万6千円なんか絶対使ってないしと思ってさ。もう何これと思って、と思って、いつから使われてんのと思ってさ。で、さっきさ、初めて青汁王子の動画をさ、見たわけよね。なんか、カード不正利用されても慌てるな、みたいな感じの
動画を見たわけよね。そしたらなんか青汁王子がアメックスかなんかのカードを不正利用されてて、それのなんか金額がえげつなくて、なんか500万円以上利用されてるっていうのでな。で、そのアメックスに問い合わせてる動画を見てたんだけど、なんか60日以上経つと、その請求っていうかね、できないみたいになるらしいんだよね。だから、ってなるんだよね。だから60日っつったらさ、2ヶ月だろ？ 2 ヶ月ってさ、ほら、カード使われてからさ、引き落としが始まるんでさ、私も寝耳に水でさ、今知った感じじゃんか。だからさ、もう、絶対払いませんけど、みたいな、なんかそんな気分で、ライブを始めております。ご迷惑をおかけしておりますっていう感じな。えーっと、藤子さん、皆様、こんばんは。天玉さん、いくらくらい不正利用されたのですかね。で、なんか、利用明細っていうのを見てみたわけよ。だから今まで au もさ、ログインができなくて、もうそこでめんどくさくなって、もういいやと思って放置してたわけよ。で、ログインすらできないから、カード解約したいんだけど、カードの解約の仕方もわかんねえみたいな状態になってたんだよね。で、ね、もうこんな事態なんでさ、ね、パスワードを変えて、で、ログインして、で、カードの利用明細っていうのを見たら、なんかチャージ、チャージ、チャージ、チャージってなんかすげえ何回もチャージされてんだよね。だからまあそれみたいなんだけどさ、で、それの総額が26,000みたいな、そんな感じみたいなんだよね。カニタンさん、カード止めましたかね？明日、明日なのかな？止めるしかないだろうね。まあ、止めてもいいけど、別に使ってないカードだしさ。だその支払いせんけど、しませんけど、みたいな。だからそのね、カード会社に電話するのもね、嫌なのよね。うちでは取り扱いできませんのでってどうせ言われるんだろうしさ。で、使った元に連絡してくれとか言われるんだろうけどさ。知らないもん。なんかチャージしか書かれてない。わかんないもん。なんなのよ。なんでそんな作業さ、こっちがしなきゃならないんだろうっていうのがさ、そんな暇ないのにさ、なんなのよっていう感じよ。はい、すいません。てったまさん、au がご迷惑をおかけしております。ほんとよ。だからもう au 嫌いだからさ、そもそも au 嫌いだからさ、もう絶対使わねえよって感じだからさ、もう使ってないのにこれだものっていう感じよ。ヨッシーさん、クレジットカードは不正利用されても、保証があったはずです。それが2ヶ月間、なんかね、さっきの青汁王子の動画見てたら、なんか60日、過ぎるとなんて言ってたんでさ、はって、だから青汁王子もさ、青ざめてる場面があったっけよね。で私もはってなって、いつから使われてるのかわかんないのに、みたいな感じなんだよね。なんかほんとさ、クレジットカードって何なのっていう感じよね。そんなシステムでやんだよっていう感じよな。ヨシさん、私の後輩もネットショッピングで、えーっハートで見えないぞ。ね、購入かな。購入しようとしたら、ね、なんだ、カードが使えないってことか。ね、だからまあ、青汁王子の場合は、なんかもう、なんだ、入ってくるお金もでっかいから、なんか出ていくお金もざるなんだろうね。だからそんな500万も使われてても、気づかないぐらい入ってくるっていうことだからさ、まあいいんだろうけど、私の場合そうじゃないからさ、もう何なのっていう感じよね。で、まあ他にもやっぱりちょっと短めでカードが不正利用されましたみたいなやつをさ、いくつか見てみたんだけど、それで、やっぱりね、まあ D カードだったかな。D カードを使ってない D カードが不正利用されましたっていうのを見て、
で、それも、もう、なんかカードを作る気はなかったんだけど、なんか、で、作んなきゃならなくなって、で、まあ、作ったんだけど、使わないからっていうことで、カードが届いた封筒そのまんまの状態で、家のね、引き出しに入れて、もう一回も使ってないと。それなのに、なんかそのカードが不正利用されたっていうね、動画があって、そんなこともあるのかと思って、でもまあ私も似たようなもんだよなと思ってさ、だからカードはまあ、封筒からは出したけど、カードはまあね、封筒から出た状態で置いてはあるけれども、で、携帯にまあね、紐付けてる状態になってるの、登録されてる状態になってるっていうことなのかな、わかんないけどさ。ぐらいな感じで。で、カード自体は一回も使ったことがないわけだからさ、まあ似たようなもんだよね、と思って。だからさ、そういうことがあるぐらいだからさ、どういうことになってんのこのさ、クレジットカードって。そんななくせに作んじゃねえよ、みたいなね、感じでございます。ヨッシーさん、エラーが出て購入できません。暗証番号を入力してのエラーです。その後、カード不正利用されてます。カード会社に問い合わせると、えインドのペイで使用されているとのことでしたね。で、ね、こっちは一体どうしたらいいんですかっていう感じよな。もうそんなことやってるね、時間の余裕はないんですけど、時間もお金もねえんですけど、みたいなね。はい。失礼いたしました。またカードとのな、戦いっていうのかな。めんどくさい事務作業との戦いが。明日始まるのかと思うと、もう目覚めたくない感じでございますよ。はい。で、今日はね、なんか朝からぐーちゃんがまた痙攣の発作起こしてさ、転換の発作起こしてさ、って感じ。だって、まだ2週間ぐらいしか経ってないのにさ、と思って。で、今日朝様子がおかしかったんだよね。なんかニャー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 泣いて、なんかそわそわうろうろして、なんかおかしいなとは思ってたんだけどさ。だから今日は、だからちょっとおかしいなっていうふうに思ってたんで、で、まあ血尿の方かなと思ったんで、割と頻繁にさ、なんか出るみたいだからさ、ここのところ、またかなーなんてふうに思ったんだけど、今日は転換の方でさ、だからまたトイレをガリガリするような音が聞こえたんだけど、でもこの前それじゃなかったっていうのが分かったんで、と思ってさ、ね、ブーちゃんの方走っていったら、やっぱり転換を起こしてて、で、今日はまあなんとかね、おしっこには間に合ったんだけど、で、今日はそんなに大量じゃなかったんだよね。いつもなんかね、転換の時とか、まあ、ブーちゃんのおしっこ自体が大量なのかもしれないんだけどさ、結構ね、シーツ1枚じゃ全然足りないぐらいにびしょびしょになっちゃうんだけど、今日は全然シーツ1枚で、なんかまだまだ吸い取れるぐらいの感じだったんで、あんまり出なかったんでね、まあね、ぐーちゃんがおしっこまみれになることはなく、まあよかったんだけども、まあしばらくやっぱりね、いつものようになんかしばらくよくわかんないみたいな状態が続いてて、で、今は普通にしてるかな、みたいな感じ。なんかね、月に1回でもその転換がね、あると結構頻度としては多い方らしいんだよね。それがまあね、2週間で起きちゃうっていうのが、まあちょっとショックでさーっていう感じよね。で、まあね、MCT オイルご飯にね、毎日ちょっとずつ垂らしてあげたりとかしてるけどさ、まあなんかね、効果があるんだかないんだかみたいなところもさ、ちょっと悲しいしっていうね、感じでございます。ヨッシーさん、藤子さんも何かを購入しようとして、暗証番号まで入力後、購入ボタンでエラーが出た記憶はありませんか？いや、カード使ってないんだよな。だから、
暗証番号も入力もしないし、購入しようともしてないし、みたいなね。だから最近もっぱら、現金500円貯金を切り崩して、もうだいぶ軽くなってきちゃった。やばい。ね、もうだいぶ軽くなってきちゃったんだよね。だから500円貯金を切り崩して、農協とかさ、八百屋とかの買い物はほぼ現金の買い物ばっかりしてるよね。で、現金がなくなると、今度はさ、今、ペイペイの残高もないんでね、全然ペイペイの残高増えなくなっちゃってな。もうヤフーフリマが全く売れない。全く売れないんで、残高が全然増えないんで、で、ペイペイでもお支払いできないし、で、今はね、この前ほら、メルカリ取り組んだからね、メルカリ取り組んだおかげで、2、3000円ぐらいあるんで、それでちょっとした買い物ね、メルペイ使えるところでは、メルペイで支払ったりとかぐらいだな。あと、だからクレジットカードで最近、商品購入ってね、してないんだよね。で、大体、そのバーコード決済で、メルペイ使えるところはメルペイでして、で、大体、マイバスでばっかり買い物してるから、そうするとイオンペイで、買い物すっちゃんみたいな感じよね。そんくらい。そんくらいだな。で、最近どうしても、今すぐに布が必要だったので、それを楽天で購入したかなっていうぐらいだね。あと、買い物はしてないよね。で、カードを使うとしたら、楽天カードだよね。それ以外は何にもっていう感じだな。なのでね、はい、そんな感じでございます。で、今日は、朝そんなんで、落ち着いて、で、今日は出かける用事があったんで、出かけて、で、どうしたんだったっけ？そう。でね、今日なんか久しぶりっていうのかな、に電車乗ったんだけどさ、普通に割り込まれて、はって、なんでこのタイミングでわざわざ割り込んできたのみたいな感じでさ、いいけど、みたいな、私は日本人ですからね、心が広いから、いいですけど、って普通に割り込みされるような国になっちゃったんだなっていうのがさ、悲しくてみたいな感じをね、新宿の駅に行ったんで、新宿の改札を通るときにさ、新宿だからさ、広いからさ、いっぱい、改札機もあるわけじゃんか。なのになんでわざわざここに割り込んできたんだろうっていう感じのタイミングで入られたんだよね。で、列に並んでて、普通にみんながさ、ピー、ピー、ピーってしながらさ、通ってるじゃん。で、そのタイミングで私もピーってやろうとしたら割り込まれてさ、と思って。はぁみたいな感じでさ、なんでここに割り込んできたんだろうねっていう感じだったよね。はぁっていうね。もう普通に、ね、もう外国になっちゃったよね、ここはねっていうね、感じだよな。で、どうしたんだったっけ今日はもうね、終わり悪ければ全て悪しで、今日あった出来事は全て吹っ飛んじゃ吹っ飛んじゃったなっていう感じだよな。で、バインミーを食べに行ったんだな、今日はな。今日はバインミーを食べに行ったんだけど、結構高くて、みたいな感じで、ちょっとね、もうがっかりっていう、感じだったかな。バインミー自体は美味しく食べれたし、いいんですけど、そうやってね、割り込まれたりさ、割り込まれたりしてるし、みたいな。そうで、そのバインミーのお店さ、ちょっと変わってるんで、じゃあここにしようと思って、で、行ってみたわけよね。で、2時に予約してたんだけど、だから私のことだから、
2時に予約してるってことは、ランチタイムが落ち着いて、お客さんがね、少なくなったところで予約したんだろうなと思って、で、行ったんだよね。でさ、なんだっけ、ホットペッパーかなんかだったっけな。で、予約したやつなんで、なんか予約の時間よりも10分以上遅れると、なんかキャンセル扱いになりますとかさ、なんか書かれてなかったっけ？なんかそんな厳しい感じだったと思うんだよね、文言がね。でしかもなんかキャンセルになると、なんかね、2000円かなんか支払わなきゃなんないみたいで、もう、は何それみたいなさ、感じでさ。で、まあね、できれば遅刻もしたくないしね、みたいので。で、ちょっと早めに着いたんだよね。駅の近くだったんでさ。で、まあ私のことだから迷うことも考えて、まあできれば早めにね、ちょっと早めに着くように一応設定して行動してるつもりなのに、まあいつもギリギリになってる謎みたいな感じなんだけど、今日はちゃんとね、ちゃんと行けて、で、迷わず行けたんで、5分前ぐらい着いたんだよね。そしたら店まだでさ、やってねえのな。で、お店の人もギリギリに来たみたいで。だからなんか後ろからせかしてくる人がいるなと思って。で、私はほら急いでるわけじゃないからさ、先行けばいいのにと思いながら、なんかよくわかんないと思いながらさ、まあ結局追い越していった人がいたんだけど、どうやらその人がさ、店の人だったみたいで、で、私はのんびり階段登ってさ、あ、ここか、みたいな感じでいたら、なんかお店閉められて、で、2時からって書かれて、であ、2時にならないと入れないんだ。2時過ぎねえとこの店入れないんだ、みたいな感じでね、そっかと思って、じゃあまあしゃあないと思ってね、それで2時に予約したんかいと思ってさ。で、じゃあ周りにも店があるんでね、まあどんな店があるんだと思って見てみたわけよ。まあ新宿のさ、なんかマンションみたいな、なんかビルだけどマンションみたいなね、建物の2階だったんだよね。で、周りにもお店っぽい感じのドアがあるんで、で、どんなお店が入ってんだろうなと思って見たら、なんかどうもね、ゲーバーみたいなんだよね。あ、ゲーバーってどこにあるんだろうと思ってたんだけど、あ、こういうところにあるのかと思って、だから初めて今日は、まあ、ゲーバーの中に入ったわけじゃないけどね、営業時間じゃないからさ、夜の店だからさ、昼間なんでね、営業してないから、あれだけど、まあ多分、おそらくこれ全部ゲーバーなんだろうねっていう感じの、店の名前がそんな感じだったんで、おー、ゲーバー初めて来たな、みたいな感じだったんだよね。で、ね、まあ2時ちょい過ぎ、1分ぐらい過ぎたかしらぐらいのところで、え入ってってっていうか、2時になってまだね、お店の前で、なんかドアを開けて、看板かなんかをね、設置してる音が聞こえたんで、ああ、まだダメだな。まだ入れないね、みたいな感じだったんで、まあちょっと落ち着いてから、1分ぐらい過ぎてから、入ってみましたっていう感じ。天玉さん、お、バインミー、そう、バインミーよ。バインミーとは何ぞやっていうのでさ、ちょっと行ってみたんだよね。天玉さん、こちらのバインミー屋さんは、もうベトナム人のお客さんしかいません。あ、そうなんだ。じゃあもう本当になんだ本格的なバインミー屋さんっていうことだよね。まあこっちはバインミー屋さんっていうか、まあメニューの一つにバインミーがあるよ的な感じだったかな。なんかその店に出てる看板を見ると、かき氷とかやってたからさ、あ、かき氷だったのか、みたいなね。バインミーのつもりで私は来てしまったけど、なんかバインミーって検索して出てきたお店だったからさ、で予約入れたからさ、そしたらかき氷とか書かれてたからね、まあおそらく日本人が利用してるんじゃないかなって感じだけど、そっか、バインミーはじゃあもうベトナムの人に、なんだ、やっぱり定番の食べ物なのか。
なんか新しくできた、まあ、日本人向けというか、日本人観光向けというか、なんかそんな感じのメニューなのかななんて思ってたんだけど、だってそのベトナムにはさ、小麦粉がないわけじゃんか。小麦粉がないということはさ、このパンを使ってるっていうのはさ、ベトナム料理ではないよねって思ったんだけど、ね、あるのかな。よしさん。割り込む人がいると、私はほぼ、一言相手に伝えますが、それが正しいと思うよ。揉めるので、最近は言わない時も多いです。あ、揉めるんだ、やっぱりな。ね、すごいな。よしさん、斉藤知事ではないけど、言っても理解できない人に、注意しても無駄だと、最近思います。ああね、そうなんだけどね。まあ、言うことも大事だし、私もそっちなんだよね。まあ、言ったところでね、みたいなのがあって、めんどくさくて言わないみたいな感じかな。天玉さん、バインミー用のパンも、自社製なので、じゃあ、だってパンはなんか普通になんだろう、フランスパン的な感じのさ、皮がカリカリな感じのさ、パンだったじゃんか。で、まあ、中に挟まってんのが、まあ、ベトナムチックな、感じの具材が入ってるよ的な、なんかそんな感じだったと思うんだよね。あれ、ベトナムって、まあ鳥はね、イメージするから鳥は食べんだと思うんだけど、牛も食べんのかで、豚は食べないのかな。でもなんかメニューが鳥と牛、なんかローストビーフがあったんで、ローストビーフとあとビーガンっていうのがあったんだよね。で、だからビーガンかと思って、ビーガンにしようかな、どうしようかなと思いながら、まあ、いつもうちで野菜食べてるからね、外食した時ぐらい、なんか動物性のタンパク質取ろうかな、みたいな感じで、まあ、鳥にしたんだけどさ、ね、なんかあと、なんか3種類、あれ ?3 種類鳥と、ビーガンと、ローストビーフだけだったっけなんか記憶にあるのがそれだけなんだけど、じゃあ豚は食べないのかなえーっと、天玉さん、ベトナムのバインミー用のパンは米粉で作られていますね。ああ、そうなんだ。なんかほら、自分で米粉のパン作ったからさ、今日食べたバインミーのパンは普通に、なんだろう、フランスパンみたいな感じだったよね。全然米粉のパンっていう感じではなかったな。じゃあ違うんだな、多分。本場のバインミーではないな、きっとな。バインミー風みたいなやつだろうな、きっとな。じゃあまた本物の食べに行かなきゃダメじゃないか。どこに行きゃ食べれるんだ。まあ、ベトナム料理屋さんに行けばいいのか。ね、今日の新宿の店じゃなくて。ベトナム料理屋さんで検索して、その中のメニューにバインミーがあるかチェックして、で、行けばいいんだな、きっとな。そう、割り込みでね。なんかもう嫌な思い出があってさ、未だに覚えてて、なんかもう早く忘れたいなって思う、嫌な思い出があるんだけど、普段使わない東急線ね、普段使わない東急線で、人に、なんだ、夕食を作ってみんなで食べるみたいな、そういうシステムがあったわけよね。で、それで私が人ん家に、クック、料理を作る人として、参加するんで、そうするとみんなは仕事終わりにその会場に集まって夕飯を食べるっていう感じなんだけど、私はその家に行って料理を作るみたいな感じなんで、仕事帰りの人たちのラッシュの時間が始まるぐらいの時間に電車に乗って、で、その会場に向かうわけよね。で普段使わない東急線でさ、あんまりだから、どこに何があるかわかんないからさ、なんか
キョロキョロしながら、こっちかな、こっちかな、出口こっちかなとかさ、見ながら、利用してたわけよね。だからあんまり集中してなかったから、自分が悪いのかな、どうなのかなと思うんだけど、ただ今までずーっとそうやって生きてきて、なんかそんなトラブル今まで起きたことないから、多分自分が悪いんではないんだと思うんだけどねっていうのがあってさ、そのエスカレーター改札に行くのにさ、電車から降りてエスカレーター乗るときにさ、流れに沿って、後ろに並んで、みたいな感じでさ、で、行くじゃんか。なのに、なんかね、割り込まれたと思うんだよ、多分私がね。私が割り込まれたと思うんだけど、その割り込んだ人が、私が割り込む気だと思って、なんかそうはさせるかっていうつもりで、なんか割り込んだらしいんだよね。で、ものすごい剣幕で、なんかね、怒鳴りまくってるわけ、私に向かって。だから、で、私はポカーンとしてて、なんかかわいそうな人がいるなって思いながら、ね、なんか変な人いんなと思って、ああ、そうだと思って、あの時私動画撮っとけばよかったと思って、なんか悔しくて悔しくて。動画撮ってツイッターで流しちゃえばよかったと思って、なんかもう腹立ってさ、なんかそれをずっと忘れられず覚えてんだけど、どうしたらいいみたいなね、感じです。ヨッシーさん、るとほとんどの人はすみませんと謝りますが、2割ぐらいは揉めます。あ、そうだよね。ほとんどの人はね、日本人だったら、あ、すいませんってなるとは思うけどな。ね、2割揉める人がいるっていうところがすげえな。ね、なんだ、お前がなんとかなんだろうみたいな風に、やっぱりね、なんかすごい剣幕で怒鳴ってくるみたいな、そういう感じそういう感じよしさん、注意するが抜けてます。注意すると、ほとんどの人はすみませんと、謝りますが、2割ぐらい。あ、そう。で、電車乗ってて、だから、もう今日いろいろ今日はバッドデーだったんだな。バッドデーだったんだな、今日朝からな。そうだな。そんな波動を出してたんだな、きっとな。なんでと思って起きたからだ、多分。今日も朝からゆりさんのおしっこで。なんだよと思って起きたから、多分その波動引きずってたんだ、いちいちな。電車乗ってたじゃんか。で、銀座かなんかで、おばちゃん二人が、なんかね、カートを持ってさ、入ってきたわけよね。で、私の隣の席がね、二人分空いたんで、で、そのおばちゃんたちが、ああ、空いててよかったみたいな感じでさ、もう我先にっていう感じで入ってきて座ったわけよね。そこまではしょうがない。しょうがないって感じなんだけど、銀座から乗ってくる、電車使うから、金持ちではないのかもしれないけどさ、でもね、銀座で買い物して、で、ね、帰りのおばちゃんたちなのかなって思うからさ、その割には、なんかちょっと品がないわね、みたいな、雰囲気だったんだよね。で、しかもさ、外国人みたいに、スーツケースを持ってたわけよ。でっかいスーツケースを二人ともさ。で、持ってわーってきたから、ちょっと恐怖で、なんか、体硬くなるみたいな感じの勢いがあったわけよね。で、そのスーツケースをさ、ガンガン私にさ、当ててさ、みたいな感じ。こっちも、ってなるぐらいにさ、ガンガンスーツケースをさ、当てて、もうさ、隣の席に座っててさ、っていう感じだったんだけど、もう何にも言わないよ。もう気づいてないみたい。もう自分たちがその椅子に座ることに一生懸命でね、もうそのスーツケース他人にぶつけてるってことには全くもって気づいてない様子だったよね。でね、日本語なんて日本人なんだなと思って、最初だからスーツケース持って入ってくるから外人なのかなと思ったわけよね。日本人のおばちゃんでこんなスーツケース持ってね、銀座から乗ってくるのって、珍しいなと思ってさ。
なんでこんなスーツケース持ってんのかななんて思ってたぐらいでさ、で、電車の中でもさ、揺れるんで、揺れるたんびに私にぶつかってくるわけ、そのスーツケースがさ。もうなんなのみたいな感じだったんだけど。でさ、二人で喋ってからさ、一生懸命だからさ、それにも気づいてないわけよね。でさ、隣の人がまあ多分マナーがあんまりよろしくないみたいだったんだよね。で、なんかでっかい iPad みたいのを出してきて、で、なんか LINE がなんちゃらかんちゃらとか言ってさ、で、なんか着信音みたいな音を鳴らすんだけどさ、それがさ、もうめちゃくそでけえの音が。ってなるぐらいさ、もうすっごい音でっかいわけ。もう、ってなって。で、そんな音、でっかい音出るとさ、さすがに自分がさ、ちょっとさ、やばいってなるじゃん、日本人の場合だとさ。全くそんな様子ないのね。で、隣の人が、なんか最初気づかなかったみたいなんで、まさかそんなでっかい音をね、自分らが出してると思わなかったみたいで、なんか周りの誰かが出してんのかなぐらいに思ってたみたいなんだけど、何回も何回もそのでっかい音鳴らすんで、さすがに隣のおばちゃんも気づいたみたいで、この大きい音って私たちが出してるのっていうので、だからとりあえず音を小さくしなきゃみたいなことをさ、隣のおばちゃんは言ってんだけど、なんか、いや、なんか LINE がなくなっちゃった、LINE がなくなっちゃったみたいなことを言ってるわけよね。で、これでこうするわけないんだから、なくなるわけないわよね、みたいな話をしてるの。でもまあ、とりあえず着信音をね、音を小さくするようにしなきゃとかって言ってんだけど、いやとか言って、もう全然音小さくする気ないのね。すげえなと思って。で、その前にちょうど電車の中の、車内アナウンスで、あの、通話はお控えいただくか、その着信音はオフにして、乗ってください。マナーのご協力お願いしますっていう車内アナウンスが流れた直後にそれよ。もう、なんすかみたいな感じだったんだよね。で、さすがにね、最後、電車が揺れて、ガンって私に当たったわけよ、そのスーツケースがね。で、ごめんなさいって言われたわけ。で、ごめんなさいって言われたんだけど、私もさ、なんかもう、今更とかってなっちゃって、もう今更謝られてもね、みたいな気分だったんで、なんかもう、はぁとも言いたくなくて、なんかもう無視しちゃったよね。ほんとすいませんって感じなんだけど、もう態度悪くてごめんなさいっていう感じなんだけどさ、いや、今更ね、みたいので。で、その次の駅でさっさと降りてったかな。まあ、降りてったから、まあいいけどね。いいけどね、今日何だったんだろうと思って。なんか電車ちょっと乗っただけでこれだものと思ってさ、なんかちょっとってなってね。でさ、なんか新宿、違う、馬黒横山、なんだっけ、東日本橋か。東日本橋で乗り換えて、新宿線に乗って、で、新宿三丁目に行ったんだけど、もうそんだけでね、で、前はなんか、その、新宿線に乗り換えるのに、その都営線乗り換え専用みたいな、なんか、改札っていうのかながあったんだよね。まあ、それ通っても通んなくても、あんまり関係なさそうな感じではあったんだけど、ただでかく書かれてたわけ、今まで、乗り換え専用みたいな感じでさ。で、今日はそこ通ってかなきゃなーなんて思ってさ、注意してたわけよね。なのにさ、どこにもそれないんだよ。だから、あれと思って、なんか乗り換えサービス終了しちゃったのかなと思って。と思ってさ、やだとか思ってたんだけど、まあ結局ね、金額的にはなんか50円かなんかだったんで、ちゃんと乗り換えサービスは健在なんだなと思ったんだけど、なんかね、その乗り換え専用の改札の、案内がなくなっちゃってたんでさ、あれと思ってちょっとヒヤッとしたよね、今日はね。みたいな、出来事はございました。はい。えーっと、
じゃあ、あとはどうしますか？テータはさ、モーニングイーさん、そう、もうね、朝、ゆりさんに起こされるのは、まあね、いつものことではあるんですが、っていう感じよね。まあ今まだ夏だからさ、すぐ乾くからいいけどさ、ねもうこれ、いっぱい着込むようになって、冬になってね、洗濯物増えて、で、乾かないとかなったら、これはちょっと困るぞ、みたいなね。感じだな。カニタンさん。やばい人近くに来たら、ハートで見えない。距離を取ることをお勧めします。そうだね。まあ、座ってないときは、まあね、さっさと動けっけどな。さっさと動くけど。でもそうだよね。今後だってどん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 日本はさ、治安が悪くなるのは目に見えてるわけだからさ、もう自分で防衛していくしか、もう方法がないもんね。そしたらもう、この人やばい人かな、どうかなって見極めてね、自分からちゃんと防衛していくっていう風にしていかないと、しょうがないもんね。で、今日はそう、八百屋に行こうと思ったんだけど、帰ってきてさ、なんかいかにも雨降りそうで、やばい、雨降りそうだと思って、で、雨降る前にちょっと八百屋に行こうかなと思って、八百屋に行ったんだけどさ、今日休みで、そっか、今日水曜日だったかと思ってさ、水曜日だった、水曜日は八百屋休みだと思って。だから、ここ最近ね、なんか八百屋に買い物行くようになったけどさ、前まで全然八百屋利用してなかったからさ、そっか、水曜日休みとかあんまり気にしてなかったけど、そういえばそうだったと思って。でね、八百屋やってなかったんで、しょうがないからそっちにあるマイバスに寄って、で、その前にね、うちの目の前のマイバスに行ったんだけど、何にもなくて。そう、今日はさ、なんかさ、米の棚にさ、新米がいくつかね、並んでたんだよね。新米がいくつか並んでたんだけれども、ただね、パックご飯がゼロだった。パックご飯のね、まあ、在庫がゼロというか、その味がついてるやつ、五目おこわみたいなやつとか、あと赤飯とか、なんか味がついてるやつは残ってるんだけど、それ以外の白い、パックご飯の在庫がゼロでね、棚がすっからかんだったね。であれと思って。ね、米はあるのに、こっちが今度はゼロだと思って。じゃあみんな新米の方は高いから買わないっていうことなのかなと思ってさ。なんか、なんだろう、逆転現象っていうのかな。そんなんなってんのかって思って。ってことは、まあ、まだまだこの米騒動は長引きそうですね。っていうね、感じだったよな。で、まあ、目の前のマイバスはそんな状態だったんだけど、その八百屋のそばのマイバスの方は、もうね、米もなかったね。米もなかったんで。で、目の前のマイバスは何にもなかったんで、何も買わなかったんだけども、こっちでね、貝割れを今日はね、買いたかったわけよね。貝割れ買いたかったんだけど、貝割れなくてさ、前のマイバスではさ。で、八百屋行ったら休みで。で、ね、しょうがないから、そこの前バスに行ったら、貝割れはあったんでね、貝割れがあったからよかったと思って。で、納豆も買わなかったから、じゃあ納豆も買うかと思って。で、納豆買って。ね。で、何の話してたんだっけ？わかんなくなっちゃった。米だ。米がね、そこは全然全滅だったよってね、お話でございました。あとは何があったっけな。そうで帰ってきてね、いかにも降りそうだったんで、今のうちに行っちゃおうと思って行って正解だったよね。その後も、ポツポツ来て、ね、で、また雷になったじゃん、今日さ、8時ぐらいにっていうの。もうここんとこ、ほんとね、今年はさ、夜雨で雷が、8時とか結構遅い時間っていうのかな。前はね、夕立があって、で、その時に雷で。
ね、夜になったらもうすっかり平和な日常みたいな感じだったけどさ、なんかこことこずっと今年はね、夜、日が落ちてから雨がザーって降って雷が鳴ってみたいな、そんな感じだよな。てんたまさん。八百屋ってもう地元にはないので、悲しい。ああ、そうね。確かに、昔みたいなザ・八百屋っていう感じとも、まあ、ちょっと違うっていうの。レジはね、なんか、一応店員さんがレジは打ってくれるんだけど、お会計方法とか、タッチパネルでさ、だから、なんだ、セルフレジ的なもんよね。セルフレジみたいな感じだよね。支払い方法を選んで、で、なんかどうもね、そこは、袋は無料っぽいね。無料っぽいんだけど、袋いりますかって聞かれるから、なんか、いらないですっていうふうにいつも言っちゃうんだけどね。まあ、勝手に入れてくれる人もいるし、まあ、聞かれていらないですって言うと、自分で入れなきゃいけないじゃん、袋詰めもさ。だから、なんだろう、ただ打ってくれるだけみたいな感じでね。で、あとはタッチパネルでお金入れるなら入れて、で、ね、なんだ、お釣り取って、レシート取って、みたいな、そんな感じなんでね。で、品物はカゴに入れて、だからスーパーみたいな感じでね、選んでカゴに入れて、で、レジに持ってって、で、お店の人が一応レジね、ピッピッとはしてくれるけど、それだけ、みたいなね。で、袋いりますかって聞くだけ。みたいな感じの、八百屋なんだよね。で、売ってんのも、まあ、豆腐とか、なんだ、缶詰とか砂糖とか調味料とか、まあ、そういうものも売ってるんで、まあね、スーパー的な感じだな。なんか、漫画とかでさ、出てくる、なんだ、ドラえもんかなんかのアニメでなかったっけね。八百屋さんいなかったっけ。なんかそんな感じの八百屋ではないな。吉井さん。新米は今はどこのスーパーでも見かけます。ね、時々あるよな。値段も12月には落ち着くと勝手に思ってます。まあ値段が下がるかどうかはちょっとわかんないけどね。まあ米のね、量は増えると思うけどね。っていう感じかな。てんたまさん、野菜を新聞紙で、包んでくれてたです。ああ、それいいね。確かにな、なるほどね。そういうのはなくなっちゃってるよね。てか見たことないかな。てんたまさん、そうですね。新米結構出回ってきましたね。ね、時々置いてあるんだよね。時々置いてあるんだけど、なんか袋ちっちゃくねっていう感じ。だからあれかな、5キロとかの袋が置いてあった棚にも、全部2キロの、米しかないみたいな。なんかそんな感じで、で、しかも米の種類もいろいろあるわけじゃなくて、なんか1種類だけが、ただ棚にポツポツ、なんだろう、1個ずつ、なんか隙間を、なんだ、開けて置いてる、なんかソーシャルディスタンス的な感じで置かれてるみたいな、なんかそんな感じなんだよね。で、まあ、ないお店があったり、あるお店があったりみたいな、そういう感じかな。はい、というわけで。竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。そうそう、だから昔の八百屋ってざるに野菜が乗せられてて、一山いくらみたいなのがありましたじゃんか。そういうのを見ない
ね。っていう感じなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいと思う？じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。